ちは。今回はケイト屋さんからユクレアセレクト模様編み靴下が編めるセットというのが発売されることになりました。で、こちらの3つですね、3玉写っていますが、シェイプ S のアワートライブですね。大人気のふわふわでめちゃくちゃ気持ちいいソックヤンです。これを3つ私が選びました。まず、糸から紹介していこうと思います。シェイプ S のアワートライブプレミアムブレンド 100g で 420m あります。針は 2.5 から 3mm 推奨ですね。 70% がメリノスーパーウォッシュ、 30% がポリアミドとなっています。で、こちらの単色とっても可愛いピンクはカラーナンバーが876番のアプリコットブラッシュ。これすごく好きなピンクで、このね単色だけで靴下を編んでもすごく可愛いですし、履き口とかかかととかね使っても、とっても可愛いと思います。はい、そしてすでに、これね編んだ靴下があるんですが、ちょっとね玉が小さくなってしまっていますが、こちらですね。こちらはカラーナンバーが967番のシミーというカラーです。すごく薄いパステルカラーが細かくグラデーションになっています。とってもねゆっくり進んでいくグラデーションなのでめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと、外側と中側から糸を出してね、もうすでにこの靴下を編んでしまったのでかなりちっちゃい玉になってしまっていますが、先にこちらをお見せしようかな。編むとこんな感じのとっても綺麗なグラデーションになります。とっても淡くてパステルのグラデーションがねゆっくりと変わっていくのでめちゃくちゃ綺麗ですね。このシミーというカラーはケイト屋さんでも確か、一番人気のカラーだったと思います。はい、そしてもう一つはこちらブルーとグリーン、ちょっとでも紫も入っているかな。とても綺麗な、964番ニューリーフというカラーですね。はい、この3色を選びました。本当に全然チクチクしなくてふわふわで柔らかいソックヤーンなので、靴下だけじゃなくてもアームウォーマーとかレッグウォーマー、それからネックウォーマーですね、首元に着ても、全然気にならないとっても気持ちいい糸です。そして今回、模様編み靴下が編めるセットということでこちらの靴下を編んでみました。引き上げ編みの模様なんですが、ちょっとケーブル編みにも見えるようなすごくね可愛い模様を見つけたので、それをね靴下にしてみました。はい、手を入れてみるとこんな感じの模様ですね。そんなに難しいことなく繰り返しで編んでいける模様なので、これをね選んでみました。左側の靴下には左側に模様を入れて、で右側には右側にね模様を入れてみました。こちらのユクレアセレクトなんですが、販売期間や数量は限定されていないので、定番商品としてお取り扱いしていただけることになりました。すごい。なのでもしこれがねセットが売り切れてしまっても再入荷していただけるとのことで、めちゃくちゃね嬉しいお話なんですが、ぜひね、こちら一緒に編んでみてほしいなと思います。で、こちら商品価格は通常価格より少しお得になっています。400円くらいねお安くなっているので、ぜひぜひ購入していただいて一緒にね靴下編んでいただけたらなと思っています。この詳細については説明欄にも記入しておきますので、そちらもご覧になってください。そしてなんとさらに
こちらのセットが販売される時にネットショップ全商品を対象に販売開始後から72時間限定で 5% オフのクーポンも使用できますので、何か他にもね欲しい商品などがありましたらユクレアセレクトと一緒にお買い求めいただけたらなと思います。では、こちらのね模様編みの靴下の編み方をこれからご紹介していこうと思います。はい、それでは編み始める前に、この私がね編んだ私サイズの靴下の目数を参考にしていただけるようにちょっとこれね説明していきます。だいたい23から23.5 センチくらいの足のサイズなんですが、 2.5 ミリの80センチの輪針を使って、これはね同時に2つ2本ですね、1足分いっぺんに編みました。つま先は12目からスタートして28目まで増やしました。ですが、やっぱりね模様を入れるのでちょっとね引き締まります。なので30目でも良かったかなと思っています。でこちらの模様は13目でできています。それをねずっと繰り返していくんですが、まちの部分は10目ずつですね増やしました。そしてラップ&ターンで9目9目でねラップ&ターンでフラップを作って、その後ずっとねまっすぐ編んでいった感じです。ちょっとね早く仕上げたかったので、ここの部分ねもうちょっと長く仕上げたかったんですけど、このぐらいのね長さになりました。模様で言うとここから始まって12模様ですね入っています。そして最後の履き口のところ、これは、好みもあると思うんですが、表編みは普通に編んで裏編みをねじり裏編みですね。なのでこれひっくり返すと表編みに見えるところがねじり目になっています。表側にねじり編みが出てもね可愛いと思うんですが、私はこのように仕上げました。はい、参考にしていただけたらなと思います。あとですね、アワードライブとってもふわふわして気持ちいい糸なので 2.5 ミリではなくて3ミリの針を使ってもうちょっとねふわっと編んでも可愛いかなと思いました。はい、ということで、今回はですね見えやすくするために8本よりのソックヤンを使って4ミリの針ですね、太めの糸と針で説明していきます。はい、それでは編み始めます。糸始末できる分残したら結び目を作ります。1本の針に結び目を通して結び目を下にして針をこのように持ちます。そしたら糸玉側の糸を後ろから前にくるくると12回巻きつけます。2456789101112、はい、12回巻きつけたら針と針の間に糸を入れてこちらにね出します。そして左手に糸をかけたら下の針を引っ張り出してきます。でこの糸はこちらの針の向こう側へそしてこの糸を表編みします。次の糸も表編み、すべての糸を
このように表編みしていきます。靴下を何度も編んだことがある方は好きな編み方がいろいろあると思うので、模様編みの部分をね参考にしていただけたらと思います。はい、最後まで12目編みました。そしたらこのようになっているので、針の向きをくるっと回転させます。そして長く出ている方のコードをこちらの目に入れる、ね、2本とも針を入れるときつくて入らないので、今度は下の針を出してきます。はい、こんな感じですね。そしたら今出してきた針で今度はこっちの目を編んでいくんですが、結び目がここにあるので、これは針から外してほどきます。ほどいたら、糸始末後でする方はこのままねぶら下げておいてもいいんですが、私はこれ糸端ね編みくるんでいきます。糸端をすでに、こう糸玉側の糸をかけている左の人差し指の向こう側からこちらに持ってきて親指で押さえます。そして1目目、針にかかっている1目目に針を入れて、針を2本の糸の向こうから人差し指の向こう側にかかっている糸を下に押し付けるようにして、さらに上を回ってですね、ややこしいんですが、この糸を持ってきて編みます。はい、これでね、ここがねねじれています。糸が2本の糸がねじれていますね。そしたら次の目は針を入れて手前の糸を持ってきて、そのまま表編み。これでね糸端が編みくるんでいけるんですけど、ちょっとややこしいかな。難しい方は普通にね糸端は無視して表編みをしていくといいと思います。そしたらまた次の目、表編みをするように針を入れて、また2本の糸の向こうから針を回してきて、向こうの糸を下に押し付けながらこちらに持ってきて、この糸玉側の糸を引き出してくる。はい、ね、編めました。またここで糸がねじれているので、次の目は普通に手前の糸だけをかけて持ってきて表編みをします。これを繰り返していくと糸がね編みくるめるので、糸始末がとっても楽です。またねじって次の目は普通に表編み、ね、次の糸表編みをするように針を入れたら、2本の糸の下から向こう側へ針を持っていって、向こうの糸を下に押し付けるようにしながらこちらに出してきて、ぐるんともう一回回ってきてこっちから出す。はい、そして次の糸は普通に表編み、ねじなんていうんですかね、編みくるんで、次の目は普通に表編み。このように編みくるんで、次の目は表編み。編みくるんで最後の目は普通に表
表編み、はい、でこちら側も12目編めました。はい、そしたらこのね糸端はここずーっと裏側でね通ってね編みくるまれているので、糸をカットするだけで糸始末が必要ない感じですね。私はいつもこのようにしています。で、マジックループなのでまた針を戻してですね、こう回転させて下の針を出してきて上に針を戻します。これで1段編めました。そしたら次の段はこちら側もこちら側も1目内側に増し目を入れます。最初の目は普通に表編みで、増し目をするのでこの間の渡り糸を右の針で後ろからすくい上げます。すくい上げたら左の針をこちらに入れて、そしてこの後ろ側で表編みをします。そうするとこの目がね渡り糸がねじれて編んでいます。1目増えました。そしたらまた1目手前まで表編みをしていきます。はい、1目手前まで編んできました。今度はこの渡り糸、左の針で後ろから拾い上げます。そしたら右の針を左側からこのように入れて、ちょっと針が入れにくいので糸が割れないように気をつけてくださいね。ちょっと緩めてからこのように針を入れて糸をかけて表編みね、ここの目も、渡り糸もねじれて編めました。1目増えましたので最後の目を編む、はい、これで数えるとこちら14目になっています。そしてまた針をこのように回転させる、コードを戻して下の針を出したら上に針を戻す。片側14目に増えたのでこちら側も同じ作業をします。最初の1目目は表編み、そしてちょっとここね渡り糸分かりにくいんですが、このかかっている目とつながっている目ですね、動く糸です。ここ上手に拾い上げて右の針で後ろから拾い上げたら左の針をこちら側に入れますね、こんな感じ。そして後ろ側で表編みで1目増えました。ではまた1本手前まで表編みをしていきます。はい、1目残るところまで編んできたら先ほどと同じ左の針をこの渡り糸分かりにくい場合はこの目が動く糸ですね、それを見つけて左の針で後ろから拾い上げます。でちょっとこう
緩めて押さえてあげると右の針を左から入れやすくなります。入れて表編み、最後の目を表編み。はい、これでこちら側もこちら側も14目に増えました。で、増やし目をした後の段は増減なしで一周くるっと編みます。くるっとまた向きを変えてコードを戻していきます。そして下の針を出したら上に針を戻す。そして表と裏が分かりにくくなると困るのでマーカーをつけたいんですが、ちょっとまだマーカーをつけるほどの面積がないと思います。細い糸で編むとね、余計にちょっとマーカーをつけるところがないので、この糸端が右側にある時がスタートですね。編みくるんでいない方は糸端左側にあると思います。糸端が左にあるか右にあるかで判断して、しばらく編んでからですね、編み地が出来上がってきてからスタートの面にですねマーカーをつけるといいと思います。今はですね太い糸で編んでいるのでつけられそうな場合はこのようにね、表側、こっちが表だよというマーカーをつけておくといいと思います。はい、つけました。そしたら、次の段はすべて表編みをしていきます。で、ここですね、一番最初の目を編むとき、マジックループだとこの端の目、間がね緩みやすいので、ここは私は結構キュッとね引き締めて編んでいます。引き締めて編まないと編み地のね隙間ができてしまって目立つので、最初と最後の目ですね、編む時には他の目を編む時よりもきつめにキュッとね引き締めて編んでいます。はい、14目増減なしで編めたら、またこのように向きを変えて上に針を戻し、下の針を出して、今度はこっち側も増減なしで14目、最初の目はキュッと引き締めて編んでいきます。はい、こちら側も14目編めました。ちょっとねだんだん編んでくるとこのようにつま先の袋状に、ね、なっていくんですが、今回はさらっとですねつま先、の編み方を説明させていただきます。この後は先ほど説明したのと同じように交互に編んでいって、この目数を、30目まで増やしていきます。では繰り返し編んでいきます。はい、針を戻して次の、増し目もちょっと説明しようかな。糸玉側の糸は向こう側の、ね、コードのに通っている目から出ている状態です。手前の針にかかっている目を編んでいきます。1目表編みキュッと引き締めて、渡り糸右の針で後ろから拾い上げます。左の針も一緒にこの目に入れて、右の針で後ろ側で表編み、そして1目手前まで表編みをしていきます。
編めたら、こちら側の目は左の針を後ろから渡り糸を拾い上げて、右の針を左から入れて、編みにくいんですが、このように表編みをします。最後の目を編む。でこれでまた1目増えて、こちら16目になっているはずです。またマジックループなので向きを変えてコードを戻し、下の針を出して上の針を戻す。でどんどんね袋状になってくるので、このようにちょっと整えてね、袋状にした状態でね持ってあげる。そしたらこちら側も最初の表編みギュッと引き締めて、渡り糸を右の針で後ろから拾い上げます。で左の針をこの隙間に入れて、手前ですね、手前側に出るように。で後ろ側で表編みをして目を増やす。1目手前まで表編みをしていったら、左の針で後ろから渡り糸を拾い上げます。で右の針を左から入れて、こうですね、表編み最後の目を編む。はい、こちら側も16目になりました。そしたら、先ほどと同じように次の段では全部に1目ずつ表編みですね。増減なしで編んだら、次の段はまた1目内側でこちら側2目、こちら側2目、全部で4目ですね、増える。繰り返していって30目まで、片側30目まで増やしていきます。はい、つま先増やす段と増減なしの段と交互に編んできて、片側30目、全部で60目まで編んできました。これから模様編みに入ります。模様編みですが、左側にねこのように入る模様を説明していきます。右側も模様は同じなので、模様編みに入る前のこのね表編みの数を調整すると、左側でも右側でもね、この靴下の真ん中でも好きな位置に入れられると思うので、そこはお好きなようにね調整してみてください。はい、それでは、編み図は苦手なのでうまく描けないんですが、まず準備段として模様編みの部分ですね。これ全部で13目あります。裏目2目、表目9目、裏目2目というね、この13目を4段編みます。糸玉側からつながっている糸は向こう側の針、コードですね、コード側につながっていて、手前のこの編み地ですね、マーカーをつけている手前側から編んでいきます。なので、模様編みを手前側にね編む場合は、マッチとかかとは後ろ側でね編むことになります。ではまず最初の1目は表編みで、この靴下ね表編みここ1目だけ編んでいるんですが、好みで2目でも3目でもいいと思います。1目編んだら裏編みを2目編みます。1、2、そして表編みを9目、3、4、5、6、7、
8、9、9目表編みを編んだら2目裏編みで、残りは表編みをしていきます。裏側も全部表編みです。はい、こんな感じですね。まだちょっとよくわからないですね。はい、向きを変えて針とコードを入れ替えたら、裏側はすべて表目です。はい、裏側もすべて表が編めたらコードを入れ替えて、模様編みの2段目、表目1目、裏目が2目、そして表目を9目、で裏目を2目、残りは表目です。こんな感じですね。あと2段ですね。表側で同じ模様を繰り返します。裏は全部表で、表側で今編んだ模様をあと2段ですね、繰り返します。はい、模様編み準備段として、裏目2目、表目9目、裏目2目というのを4段ですね、4段編んできました。そしたらこの後ですね、こんな感じになります。裏目2目編んだら、次の目で4段下の、5目目のところから引き上げ編み、そして表編み、次は、3段下のこの5目目のところですねから引き上げて表編みで、次が3段目の5目目のところから引き上げて表編み、4つ目は4段目の5目目のところから引き上げて表編みで、表を5回編んで裏目を2回、編んでいきます。最初の目は模様とは別に表編みを1回、裏目を2目編んだら、ここから引き上げ編みをします。1、2、3、4、5目目のメリヤス、鎖が1、2、3、4つ目、この穴にですね針を入れて糸をかけて引き伸ばしてきます。ぐーっと編み地がつれないように結構引き伸ばします。そしたら表目を1つ編む。次は1、2、3、4つ目ですね、同じ列です。5目目の次の穴、1つ上の穴に、ここですね、1つ上の穴に針を入れて糸を引き出す。そして表編み、次はその上、今引き出したとこの1つ上の目、この穴から糸を引き出して1目編む。最後はこの目、残り2目の先ほど引き出した穴のすぐ上ですね、ここに針を入れて糸を引き出す。そして1目編んで、残り1、2、3、4、5目ですね、裏目までの5目は
普通に表編みをしていきます。3、4、5、そして裏編みを2目、はい、まずこのようになります。そしたら残りは表編みをしていって、裏側もすべて表編みしていきます。はい、一周ぐるっと編んできました。最初の1目は模様とは別に表編みを1つキュッとね引き締めて編みます。模様編み裏目を2目編んだら、先ほど引き上げた目があってさらにね1目編んでいるので、4目増えていることになります。なのでこれをね減らしていきます。はい、編み図だとこのようになりますね。裏目2目、2目一度を4回して表目5目で裏編みを2目編んでいきます。まず引き上げた目がありますね。その隣に表編みをした目があるので、この2つをいっぺんに編みます。右の針を後ろ側、バックループですね、この左の針にかかっているこの2つの目の後ろ側に入れて2目一緒に表編みをします。次の目も同じ、引き上げた目とその次の表編みですね、針を後ろ側に通して表編み、次の目も2目一緒に表編み、2目一緒に表編みをしたら、残り5目は表編み、そして裏目を2目、はい、こんな感じの模様になります。ではまた先ほどと同じく残りと裏側はすべて表編みをしてくるっと回ってきます。はい、くるっと一周編んできました。次の段はここですね、1234567段目は、最初に準備した4段と同じように裏目2目、表9目、裏目2目を編みます。最初の1目は模様編みとは別に表目1目、裏目2目編んだら表編みを9目、9目表編みを編んだら裏編みを2目で、また残りは全部表編みで、裏側もすべて表編みをして一周ぐるっと回ってきます。はい、一周ぐるっと編んできました。そしたら次ですね、次は、この緑で書いたところですね、裏目2目表5目で、次の目で引き上げ表目、引き上げ表目、引き上げ表目、裏目2目です。やっていきます。最初の1目目は模様とは別に表編み、キュッと引き締めて裏目を2目編みます。編めたら表編みを5目、そして先ほどとは逆の引き上げ編みをしていくんですが、ちょっとですね引き上げにくいので、かぎ針を使って引き出してきてもねいいと思います。次の目で今一番最後にかかっている目ですね、5目目、表編みだと5目目を編んだんですが、この、かかっている糸の2つ下ね、ここの目ですね、2つ下の目に針を入れて糸をかけて
き伸ばします。はい、こんな感じですね。引き伸ばしたら右の針で後ろから拾い上げて移します。そして1目編む。次は今引き上げた目の下の目、ここですね。今引き上げた目のすぐ下の穴からまた引き上げます。結構ぐいっと伸ばして右の針で後ろからすくって目を移します。で、押さえておくといいですね。伸ばした分縮まらないようにこっちの指でね引っ張ってしまうと引き上げた分縮んでしまうので、押さえて次の目を編む。そして、次3つ目、今引き上げた目のすぐ下、ここですね。ここに針を入れて同じように糸をかけて引き出してきて、右の針で後ろから移します。押さえたまま次の目を編む。最後4本目、今引き上げた目のすぐ下ですね。この目ですね。ここに針を入れます。ちょっと入れにくいですが入れて引っ掛けて引き出してきて、結構伸ばして右の針後ろから移して押さえたまま次の目を編みます。そして裏目を2目、このようになります。そしたらあとは表編みを編んでいって、また裏側もぐるっと編んできて、次の段に入ります。はい、一周ぐるっと編んできました。次の段はこの一番上ですね。裏目2目、表編みを5目で、先ほど引き上げて1目ずつね4本増えているので、それを2目一度して裏目を2目編みます。最初の1目は模様とは別に表編みを1目キュッと引き締めて、裏目を2目、表編みを5目、そして引き上げた目が先に来ていて、その後ろに編んだ表編みがあります。これ2本ですね。2目一度に編みます。先ほどと同じように2目いっぺんに後ろ側で、ね、左の針よりも右の針が後ろに出るように入れて表編み、次の目も2目一緒に後ろ側で表編み、次も2目一度で、最後ですね2目一度、このようになります。そしたら模様編み最後裏編みを2目、はい、これで模様編みができました。13目9段が一つの模様ですね。ではあとはまた表編みをずっと繰り返していって、裏側もぐるっとね表編みを編んできます。はい、ぐるっと編んできました。
これが13目9段の一つの模様で、あとはね好きなだけどんどんこの模様ですね、今編んだの、次からまた準備の4段と、引き上げ編み1段2目一度1段で、間に1段編んだ後に左側の引き上げ編み1段で2目一度1段、全部で9段ですね。これをずっと何度もね繰り返していって、このような模様になります。で今回は、これ丸ごと編んでいるととっても時間がかかってしまうので、この後すぐねかかとの作業に入っていこうと思います。はい、では、まちの手前まで自分のサイズの、段数ね編んできたとします。そしたら、ここから模様編みの途中でも、同じようにずっと編んできて、次からまちを編んでいきます。まず模様編み途中をね続けて編んでいきます。私はまだね模様編み1段しか1つの段しかね編んでいない状態なので、先ほどと同じのを繰り返し編んでいきます。準備段4段ですね。はい、まちの手前まで、段数を編んできて、表側ね編んだとします。そしたら裏側でまちを作っていきます。まちは、最初の1目の手前、ここですね、間の渡り糸を右の針で後ろから拾い上げます。そして左の針にかけたら、右の針向こう側で糸をかけて表編みをします。はい、そうするとここでねじった目が1つ増えました。でここにまちの目数何目増えたか分かりやすいようにマーカーを入れておきます。最後の目まで表編みをしていきます。はい、最後まで編めました。そしたらこちら側もまたこのね間の渡り糸を今度は左の針ですくい上げて、つま先のね増し目をした時と同じです。右の針でこの糸を左側から針を入れて表編みをする。ねじれた渡り糸で1目増えました。ここもねマーカーを入れておくといいかな。はい、そしたら、はい、ではまたひっくり返して針を入れ替えて、自分が編んできた続きのね模様編みをしていきます。はい、またまちを編む側にぐるっとね回ってきました。さっき1目増えている目がありますが、次の段では増し目をせずに全ての目に表編みを入れていきます。先ほど増やしたまちの目を表編みしてマーカーを移して、次のマーカーまで表編み、でまちは今やったように両側で増し目をして、次の段で増減なしで編む。目を増やして次の段は増減なしで交互に繰り返して、このまちのマーカーの外側の目数ですね、これが、私は10目になるまでね増やしていきます。こ
こっちの表側は自分が今まで編んできた模様編みの続きをね編みます。でまたくる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 編みながら、この裏側のねまちの目数を増やしていきます。というねさらっとした説明ですが、まちの目数を10目まで増やしていきます。はい、裏側ですね。表側はもうすでに編んできた状態で、こちら裏側の、マーカーの外側ですね、両側のマーカーの外側にどんどん1目ずつ増やしていって、まちの目数が10目になりました。ではこの後ラップ&ターンをしてフラップの部分にね入っていきます。増し目をした段の後は必ず増減なしでね1段編んである状態です。では10目増えたまちの目からですね、まちの目を10目表編みで編んでいきます。はい、そしたらマーカーを移動させて次の29目編んでいきます。はい、29目編んだらマーカーの一つ手前に、ね、目が1個残っています。そしたらこの糸玉側の糸を手前にで残りの1目を右の針を入れて滑らせます。そしたらこの糸を向こう側へでこのままターンします。そして今滑らせた目を右の針に戻します。でこの糸はキュッと引き締めますね。そして次の目から裏編みを編んでいく。マーカーの1目手前まで裏編みをしていきます。マーカーがついているところの1目手前まで裏編みをしてきました。そしたら今度はこの糸を向こう側、そして右の針でこの裏目を滑らせて糸を今度は手前に持ってきます。で左の針で滑らせた目を戻したらぐるっとターンします。そしてここね、この糸は引き締める。でまた表編みで先ほどラップした目の1目手前まで編んでいきます。はい、ちょっと見えにくいと思いますが、先ほどラップした目はこれですね。目のすぐ下に横にこのように糸が入っています。そしてその手前には何もかかっていないので、この目を今度ラップします。糸は手前、目を滑らせて糸を向こうへ、そして左へまたこの目を戻してこのままターンで裏編みで反対側へ戻っていきます。はい、裏目、先ほどラップした目はこれですね。裏目だとちょっと分かりにくいですが、表から見るとね分かるかなと思います。
この目に横にね糸が渡ってラップされています。そしてキュッと糸をね引き締めて、ラップしてあるので、このねラップした目とその隣の目、ラップされていない目がとてもねくっついた状態になります。だからこれでね見分けやすいかなと思うんですが、次の目も、糸は向こう側、裏目の場合は糸は向こう側、右に目を滑らせて糸を手前へ、左に滑らせた目を戻してターンします。そして糸をキュッと引き締めて表編みをしていく。はい、今ですね、右側のマーカーの隣に2つねラップした目があります。こちら左側のマーカーのところにはこちらもね2つラップした目があります。このラップした目を9個作っていきます。同じようにね往復しながらラップして9個ずつラップした目を作っていきます。はい、左側すでに2つラップしてあって、ラップした目のすぐ隣、ここねキュッと近くにあるの分かりますか？ここはね隙間が空いているんだけど、キュッとね隣同士くっついている目があるので、ラップされている目とラップされていない目が分かりやすいんじゃないかなと思います。このかかっていない目を右へ移動させて糸を手前に、左に目を戻してターンします。ここでねまたキュッと糸を引き締めておくと次の時にね分かりやすいと思います。で引き締めたまま裏編みで次のラップの手前まで裏側もこことここは結構ね隙間が空いているんだけど、最後にラップした目とラップされていない目がねキュッとね隣同士くっついています。なのでこの目がラップされていない目ですね。裏側は糸を手前に、右へ移動して糸を向こうへ、左へ目を戻したらターンします。これで3つずつねラップができているので9個になるまで同じことを繰り返していきます。はい、マーカーの内側ですね、内側に両側それぞれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね、9個ずつラップし終わりました。最後にラップしたのはこの目ですね。裏側からラップをしたのでターンして表目を編み始めています。そしたらこのまま表編みで進んでいって、左側のラップを、ラップした目に来たのでこのラップを右の針ですくい上げて左の針へかけます。かけたらラップした目とその下の表編みですね、この2つをいっぺんに表編みします。次の目もラップを拾い上げて左の針へラップをかけて2目一緒に編む。これを一つね手前の目まで繰り返していきます。
1つ残すところまでですね。拾い上げて2つ一緒に編む。拾い上げて2つ一緒に編む。拾い上げて2つ一緒に編む。はい、1つ残っています。そしたらこのマーカーを外すので、一度目を右に、避けてですね、マーカーを外します。そして左に目を戻したら、ラップを拾い上げて左の針へかけて、そして今度は3目一緒に編みます。この2つとこの目ですね、3ついっぺんに。針は後ろ側、表編みをします。はい、これで左側のラップが全部消えたので、編み地をターンします。そして最初の目、この目は滑り目、キュッと糸を引き締めて、裏編みで反対側のラップへ進んでいきます。反対側のラップの目まで来ました。反対側は糸を手前へ持ってきて、こちら側でちょっとねやりにくいんですが、こっち側の横に渡っているこのラップの目を拾い上げて左の針へかけます。かけたら2本一緒に裏編み、次の目も後ろ側からラップの目を拾い上げて左の針へかけて2本一緒に裏編み、ラップを拾って2本一緒に裏編み、ちょっとこの裏目のラップはね編みにくいと思うんですけど、一つ残るところまで編んでいきます。はい、はい、一つね、ラップの目が残った状態です。一度右の針に移動してマーカーを外して左の針に目を戻したら、後ろ側からラップを拾って左の針へかけます。そして右の針は裏編みを編むように手前に3本ですね、3目一緒に針を入れて編みます。裏編みですね。キュッと糸を引き締めてターンします。はい、そしたら今度は最初の目、表編みをするように針を入れて滑らせます。フラップの模様の部分ですね。私は交互に滑り目、表目を編んでいきます。最初の目、表編み、次の目は滑り目、次が表、
滑り目、表、滑り目、表。滑り目をするときは裏編みを編むように針を入れて滑り目、表、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 滑り目。繰り返し進んでいって、このね、目と目の間がとても隙間の空いているところまで繰り返してきたら、この目とこの目を2目一度します。この目、表編みをするように針を入れて、右の針へ移して、隙間の相手、こちら側にある目も同じように表編みをするように針を入れて、右の針に移します。そして左の針をこの2本にこのように入れたら、2本一緒に表編み2目一度ですね。はい、そしたら編み地をターンします。そして最初の目は裏編みをするように針を入れて右の針へ滑らせます。で、裏編みの時はすべて裏編みで戻っていきます。はい、裏編み編んできて、またこちらもね、目と目の隙間がたくさん空いているところがあります。この目を2ついっぺんに裏編みします。2本いっぺんに針を入れたら一緒に裏編み、キュッと引き締めて編み地をターンします。そして最初の目は表編みをするように針を入れて右の針へ滑らせ、次の目ですね、先ほどは表編み滑り目、表編み滑り目と繰り返したんですが、今度は逆に繰り返します。滑り目表目、滑り目表目で進んでいくんですが、この時ね、私はいつも下の目がこう大きな目と小さな目が交互にあるのが見たらね、わかると思います。大きな目の上には表編み、小さな目の上には滑り編みという感じでね、編んでいる途中でわからなくなっても目を見てね、判断しています。はい、では次の目は滑り目、大きな目の上なので表編み、小さな目なので滑り目、表滑り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 、繰り返していきます。はい、そしてまたこのね、隙間の空いた目2つありますね。これを表編みをするように右の針へ2本とも移動させて、左の針をこのように入れて後ろ側で2目一度ですね、2本一緒に表編み、編み地をターンさせて滑り目、裏編みでずっと進んでいって、このね、行ったり来たりを繰り返していきます。繰り返していくと、この隙間の空いた目のこっち側にある目がね、どんどんなくなっていくので、これがね、なくなるまで
往復でこれを繰り返していきます。はい、裏編みしてきて、またこちらですね、隙間の空いた2目がありますので、これを2目いっぺんに裏編みします。キュッと引き締めて編み地をひっくり返す。そして最初の目は表編みをするように針を入れて滑らせ、私はここいつもねキュッと引き締めてます。そしたら次は先ほどとは反対に表滑り表滑り表滑り、はい、こちら側もまた隙間の空いた2目がありますので、表編みをするようにこの2目を移動させて後ろ側で表編み2目一度をします。はい、では今やったのと同じようにどんどん繰り返していって、このねこちら側と、こちら側ですね、隙間が空いてこちら側に、7目6目、こっちは7目でこっちは6目ですね、残っていますので、表側から見てこちらの6目がなくなるまでですね、これを往復編みで繰り返していきます。はい、繰り返してきて、最後ですね、こちら側の一つね残っているので、右の針で次の目表編みをするように目を移して、こちらも同じように目を移して左の針を手前に入れて後ろ側で表編み、はい、そしたらこちら側に残っていたね目がなくなりましたので、次は、表側に行って輪編みに戻ります。戻るんですが、こっちにね一つ目が残っています。この目とこの目も2目一度してつなげなくちゃいけないんですが、こっちの表をぐるっとね輪編みに戻ってぐるっと編んでから2目一度します。針を入れ替えて自分が今編んでいる模様の続きをね編んでいきます。はい、表側1段ね編んできました。そしたら編み地をひっくり返して針を入れ替えます。針を入れ替えたらこの目とこの目ですね、隙間が空いています。これを2目一度するんですが、今度は、2ついっぺんに表編みをします。普通に表編みをするように2目に針を入れて表編み、隙間が開かないようにキュッと引き締めて、後ろ側はこの後はすべてメリヤスでね編み進めていきます。はい、これでかかとがね出来上がりました。まちのところ10目増やしたところとかかと、そしてフラップの部分、まちとねつなげたところですね。フラップの部分には、滑り目表目の、繰り返しでね模様を入れてきています。はい、ではつま先から増減をしていって模様編み
の説明と、それからその後ですね、後ろ側でマチをどんどん増やしていく増やし方、それからフラップを編みながらマチとねつないでいってかかとを作る編み方ですね。さらっとではありますし、サイズ調整の方法などは説明していないんですが、ぜひねこの模様編みの部分参考にしていただけたらなと思って編み方を説明してみました。すごくね簡単なのにとっても可愛い模様ができるので、皆さんにも一緒にユクレアセレクトですね、とっても可愛いシェイプヤスのアワードライブ、ふわふわして気持ちいいので、一緒に編んでいただけたら嬉しいなと思います。そしてこちらのユクレアセレクトですね、模様編み靴下が編めるセットなんですけど、商品価格は通常の価格よりも400円お安くですね、お買い得なセットに、ね、なっています。さらに72時間限定でネットショップの全商品割引になるですね 5% オフのクーポンも発行されていますので、ぜひこの機会にユクレアセレクトを購入して一緒にね編んでいただけたらなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。